Bonjour tout le monde. Konnichiwa, Saki desu. J'ai vécu pendant 10 ans sur l'île de la Réunion, un département français de Outre-mer, puis je suis entrée au Japon. 今日は東京に出張です。ホテルで過ごす時間や仕事の合間の何気ない様子も撮影したので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。行きます。なんだっけ J アラートの日って防災の、お台場に到着しました。おねたり部屋お台場。今日はこれから月例会議に行きます。で今はお昼ご飯をこれから食べます。中華を食べます。バモージェレキュジンシノワーズランチシャオロンパーチャーハンいただきます。イエーイ。じゃあこれで会場に向かいます。いい眺めだ。会議が終わりました。これでディナーまでちょっと時間があるのでコンビニにこれから行きたいと思います。コンビニに行ってまいりました。そんでね、今見て、ほら可愛い T シャツがあってマミーが買ってくれました。メッシーマミーノノにプレゼント。セカドポノのj'ai acheté des pommes kuchen et café au lait et des onigiri pour ce soir. Aujourd'hui, il y a dîner, mais je pense que je mange pas trop, donc j'ai acheté des onigiri. ディナーが終わりました。よいしょ。お風呂に入ってきました。お疲れ様でした。今日ね、ディナーがね、結局フレンチだったのかな。パンでだからね、スープとかお肉がメインだったので結構食べれちゃいました。よかったいつもね、お魚がメインとかだと私あんまり食べれないので、だからまたお魚かなと思っておにぎり買っといたんですけど、どうしようかなって感じ。でも食べちゃおうかな1個はね、マミーにあげたの。2個はちょっとさすがに食べれないなと思って、とりあえずちょっと食べます。ジェフィニモジェでおにぎり食べ終わりました。
なんかめっちゃ変な感じ。めっちゃ静か。みんなさ、ホテル着いたらさ、テレビつける？私全然つけないんだよね。なんかすんごい静かなの、今。フランス行く前は結構ずっとテレビつけっぱな、家で育ったから、ずっと結構テレビつけっぱなしだったんだけど、セドリックと暮らすようになってから、そんなにテレビをつけなくなったかな。フランスのお家ってさ、基本ずっとそんなにテレビつけてないの、みんな。なんかテレビあっても基本ついてなくて、それに慣れちゃったからさ、ずっとついてるとすごいうるさいなーって思うようになってきちゃって、ずっとさ、音が入る環境になっちゃうから、最近はね、全然テレビをつけなくなりました。だから基本こういうホテルとか泊まっても、うちはもう全然テレビをつけないので、こういう静かな時間になります。明日はね、朝食もついてんの。朝ごはん食べて私は帰ります。マミーはその後も多分まだ会議があるので、私はちょっと先に帰って、で明日、ノノの個人面談なので、それに行きます。そんな感じ。今日だから朝さ、フランス戦見てきた。サッカーも全然さ、興味なかったの。どっちかっていうと野球派だったんだけど、なんでかっていうとね、なんか早く終わるじゃん。一点一点が早いから野球の方が好きだったんだけど、でも今セドがサッカー好きなので、この前日本が負けちゃったじゃない。まだフランスが残ってんなと思って、セドと結婚してからサッカー見るようになったんだけど、日本もフランスも2つ応援できるから楽しいなと思って、サッカー見てからね、行きました。セドもゆっくり見れたんじゃないかな。とりあえずこれで、明日、明後日も会議があるので、それ用の今日の会議のまとめを作っちゃおうかな。そうしよう。パソコン持ってくればよかった。今日ね、なんか全然パソコン使わないかなと思って持ってこなかったんだよね。携帯でやろう。今回ね、グランド日光、どこだっけ？今回どこ泊まってんだこれ。グランド日光東京お台場に泊まってるんだけど、なんかここのホテル結構一番好きかも。作りが好きなんだよね。ちょっと広くて、お風呂がさ、大理石な感じなの。白い感じで。あれが結構好き。クアシティとかさ、目の前に見えて、で、まあ隣フジテレビだし、ゆりかもめまだ動いてるしね。でも窓に水滴ついてるから雨降ってきたかも。じゃあちょっと次の会議用のまとめを作っちゃいます。とりあえず終わりました。この前ね、私のコンテンツ大好きです。私がインスタで紹介した本も買いましたっていう子がいて、すごい嬉しかったの。レユニオンにいた時は、イベントとか出たりとかしてて、直接こう言ってもらう機会とかも結構あったんだけど、日本に帰ってくると、やっぱりそんなに別に有名なわけではないから、そうやって言ってもらう機会とかがあんまりなかったのね。なんかすごい久しぶりに言ってもらえて、めっちゃ嬉しくて、最近さ、YouTube の内容がレユニオンの暮らしから日本の暮らしにシフトチェンジして、そうするとやっぱりアルゴリズムが変わるからちょっと伸びなかったりとかもしてて、数字が全部ではないんだけど、私がYouTube を始めた理由ももともとは娘の成長を遠くに住んでる日本の家族に見せたいとか友達に見せたいとかが先だったから YouTube で稼ぐぞっていう感じで始めたわけではないのね。だからこの今の暮らしとかを今撮っておいて後々見返せるようにしておきたいなと思って始めた YouTube だったから、だからレユニオンの時はレユニオンの暮らしを、日本の時は日本の暮らしをこう撮って感じだからさ、コンテンツ内容とかもどうしようかなってちょっと迷い始めてた時期ではあったの。なんかさきちゃんのビデオの流れとかコンテンツの内容めっちゃ好きですみたいなこと言ってくれて、やっぱり自分が好きって思うものを伝えていけば、それがやっぱ刺さる人には刺さるんだなっていうのに気づかせてもらったことだったので、自分がやりたいと思ったことをやろうと思って決めた時でした。だから最近はお仕事も YouTube もね、両方頑張ってる感じです。最近気づいたのが、私は人生 70% っていうのをモットーにして生きてきてんのよ。100% やっちゃうと疲れちゃうから。その時その時で大事なものってあるじゃない。優先順位が変わったりとか。その時その時で大切なものを選びながら進んでいけたらいいなっていうのを最近すごく思います。
最近はね、日々少しずつ変わっていくものとか、成長していくものとか、家族との時間とか大切にすることを意識してます。昔からね、私やりたいこととかやってみたいこととかがすごい多いから、個人的に大きな目標はまあもちろんあって、そのために小さい目標がその前にあるじゃない。だからその目標を追いかけるのも好きなんだけど、だからまあ言うてみたら、今回の出張もその大きな目標になるための一歩っていう感じですね。やっぱさ、夢はさ、何歳になってもあってもいいと思うのよ。やっぱりそれが頑張る活力になったりすると思うから。だから私が叶えたい夢とか、私がやりたい夢がいくつかあるので、前の出張とかこれの出張とかも大きな目標を達成するための段階っていう感じですかね。やっぱさ、一人だとさ、頭の中クリアになるからさ、いっぱいいっぱい喋るよね。Allez, bonne nuit. Bonjour tout le monde, comment ça va? C'est Saki. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. 雨です。めっちゃ雨。今は6時半でございます。なんか何も考えずに5時に目覚ましかけてた。もうメイクもして髪の毛も終わりました。それで朝ごはんを食べに行きたいと思います。あと誰？おはようございます。朝ごはん食べに行きます。でハムとチーズでお願いします。はい。はい、ありがとうございます。トマトソースに広がる。朝ごはん食べ終わりました。ケフィニモージェヤモージェめっちゃよく食べました。めっちゃ外人さん多かった。なんかほぼほぼ外人さんの方でしたね。なんか和中洋のビュッフェで美味しくいただきました。めっちゃ雨だ。マミーたちはこれで会議があるんですけど、私はないのでこれで帰ります。ノノの個人面談があるので行かなきゃ。じゃあ帰る準備をします。じゃあこれで帰ります。私は会議です。バイバーイ。やばい、めっちゃ雨だ。